There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. はい、皆さんこんにちは。リビングジューナルのあゆです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は、もう多分この動画がアップするときにもうね、2025年になると思いますけど、一つのご挨拶を、皆さん明けましておめでとうございます。どうぞ2025年にもリビングジャーナルのこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。今日は2025年の手帳会議とちょっとだけ紹介したい2025年の今年のラインナップ。はい、その前ですね、手帳会議紹介する前にちょっとすいません。この動画撮影するときに本当にバタバタしてたので、もう年末休みとかもう来る時期なので、今はですね、里帰り中で義理の母の家に戻るので、ちょっとセッティングが違うみたいな、雰囲気が違う手帳たちのラインナップを見せるところでも、それちょっとですね、ちょっと本当にバタバタしてて今から新幹線乗ろうとその30分前ぐらい撮影したので、本当にバタバタして、でそれと息子がちょっと邪魔しになるので、はい、見づらくなったらちょっとすいませんもう本当に皆さんが付き合ってくれたら幸いです。はい、そしてですね、今日のメインイベントは、2025年の手帳会議ですね。はい、手帳会議は多分多分皆さんにもよくやってると思いますけど、私なりの手帳会議とか、そして、今年の2025年のラインナップ手帳たちが少しだけちらっと紹介したいかなと思います。はい、この右のところで、こんな感じの手帳メーカーからの手帳のブランドたち、これで今年が使っている手帳たちなんですけど、でも手帳は何手帳になるとかみたいなは、今から紹介したいかなと思います。はい、それではスタート。手帳会議は、自分と会話して、来年はどんな手帳にするとかみたいな、どんな手帳方がいいとかみたいな、どんな手帳の生活になりたいとかみたいな、その会議ですね。だから自分会議みたいな感じですね。これ自分と会議するその練習みたいなの、自分の声を聞く。で、トピックスは大体手帳。トピックスは、とりあえず来年の手帳はどんなに使うみたいな感じですね。はい。私も、多分2、3年ぐらいとか手帳会議するんですよね、毎年。もう手帳が増えてきた時点で、その後会議する。年が明ける前にほとんどやってる人が多いかもしれないんですけど、でも別に人それぞれと思いますけど、例えば春から向かって春始まる手帳とかと、やっぱり夏は時間が空いてるので、今までの使い方がちょっと違うとか、この手帳の時間はあまりないとか会議してるんですよね、自分と。で、それで2025年向きの手帳会議は、ですね、結構前から作ったんですよ。2024年1月作ったんですよ、手帳会議。日本で住んでる人だったらご存知だと思いますけどね、もう9月とか8月とか新しい手帳とかの情報が流れてきて、でその前に7月ぐらい手帳会議したんですよ。ここで書いてある通り、2025年のビジョン。2025年は私の生活はどんなになるのとかみたいな感じで、一応ですね、イメージします。私だったらですね、一番大きいのは、息子が来年の4月から入学するので、それが一番大きいかなと思います。外の仕事がちょっと難しくなる。家で仕事するとかリモート感じで、同時に息子心が慣れるまでいろんなところに出かけようとか、新しいものを挑戦するとかみたいな、ちょっと冒険みたいな息子と一緒にちょっと世界をちょっと広げたいみたいな感じです。はい、早速行きましょう。まずはですね、メイン手帳です。プライベー
トプランナーって呼ぶんですけど、2024年ですね、自分軸手帳、英語サイズの手帳なんですけど、ちょっと厚さもあって大きさもあるみたいな感じですね。今年はですね、なんかこう、面手帳っていうか、別にメインじゃなくて、なんかこうその一冊とかみたいなそうじゃなくて、ちょっと分けてみようかな。テーマですね、もうちょっと軽い手帳方がいいかな。だからサイズ感的に、で、厚さ的にもうちょっとスリムダウン。買いたいものは、なんかだいたい用手管理とか、で、ライフログになるんじゃないのかなとか思ってますね。まずはですね、2つの手帳、ノミネートしたんですけど、ハイタイドさんからのフリーウィークリーの手帳は1つ。は、エディットさんからのデイリーの1日1ページの、デイリー手帳。はい。A6 サイズのリフィールがありまして、気になるんですね。さてと、どんな手帳を選んだのかな。じゃじゃじゃん。こんなになりました。カーバーですね。ほぼ日さんからの手帳カバーなんですけど、ヘリングボーンの手帳カバーにしました。で、中はですね、手帳の本体は、エディットさん選びました。エディット手帳の、1日1ページの A6 サイズです。なんかですね、エディット手帳が初めてなんですね。ずっと気になってて、やっとできるとかみたいな。まあ、ライブログ中心にしようかと思ってますね。見た目もなんかこうちょっと大人っぽくしっかりしてる上司みたいな。カーバーのこの手触りのこのなんかこう贅沢感、メイン手帳なくなるんですけど、でもまあライフログですね。多分毎日触る、毎日使う予定です。はい、楽しみにしてます。次の手帳ですね。次の手帳は、プロムス、ワーク手帳っていうことなんですよね。テーマはマインドフルネス。結構前から決まってたんですよね。これめちゃくちゃ気になった手帳の一冊なんですけど、Pure Life Diary の手帳なんですけど、結構日本ではなんか有名なワーク手帳ですよね。これがやっとできたとかみたいな感じなんですよね。はい、こうなります。ちょっとセットにできました。カーバーですね。またほぼ日さんからのカズン英語サイズの手帳カーバーです。ウンソロさんの新美術界の花、ちょっとなんかこの水色、この青い系の色がちょっと気になってて、で、ピューライフダイアリーはなんかこう青ですよね。青系みたいな。手帳の中身もなんかちょっと青っぽいとか水色っぽいが多いかなと思いますので、私のイメージはですね、だからなんかこう、ピューライフダイアリー注文中の時に、まさにそのカーバーもう決めたとかみたいな選んだんですけど、ちょっとですね、実際はこのほぼ日さんのこのカーバーがちょっと色はですね、少しだけずれてるみたいな感じもあるんですけど、でもまあもうちょっとパステルとかみたいな、もうちょっと優しくからかなと思ってるんですけど、ちょっとだけずれてるかなとかみたいな感じで、でもまだ青系なので、なんかこうこの柄ですね、デザインがなんか本当に気になってたので、はい、買ってよかったです。こういう感じで2025年使う予定です。次ですね、ここにはレコ手帳って書いてあったんですけど、そして、ポジティブ手帳って書いてあったんですけど、この2つ、これはですね、なんかちょっとまとめて一冊にしました。はい、この手帳にしました。おぼにちさんの本のウンソルさん美術界のレインボーですね。この A6 サイズの版です。もう見た目だけでなんか輝いてるんじゃないですか。まあこの手帳はですね、レコ手帳もあり、で、そして、文具の商品の記憶とか、そしてですね、なんかこうちょっと、まあトラベラスみたいな感じなんですけどね。だからなんかこう旅したから、で、ここでペタペタ貼るかなと思ってます。で、そしてですね、なんかこうちょっと趣味、もう前からやってみたかった趣味とか、私に滑ってなんかワクワクしたもの、ここの手帳にしようかなと思います。インスピレーションモデルですね。水玉さんは、まあ、結構有名なイラストレーターさんですよね。水玉さんのなんかほぼ日
の使い方とかめちゃくちゃ気になってて、ちょっと真似しようかなと思いますね。自分が何が好きなものとか、もうとりあえず貼ってペタって貼っていいよとかみたいな感じなんですけどね、いろんなものから貼って、それでもコラージュして、日記書くとかみたいな、それで真似しようかなと思います。次はですね、キッズエリアになりますけど、2024年ですね、2冊に分かれていて、子供の手帳はですね、メイン手帳は3年間目続けてるんですけど、ほぼ日ウィークスになります。今年ですね、パディングトンのデザインを選びました。結構人気ですね。これ発表した時にもう本当に人気の商品なんですけど、我が家には入学もあるっていうことで、やっぱりこのパディントンみたいな旅に出るとか冒険するとか新しいものを挑戦するとか、そういうテーマには小学生になるよとかみたいな、ちょっと合うかなと思いまして、やっぱりどうしてもこのパディントンウィークス手に入れたかったみたいな感じですね。そしてですね、ママの手帳とかママノートとかロールバノートかな、ロールバノートの L サイズのロールバノートです。江ノ島の江ノ電のデザインにしました。これは実際の江ノ島旅した時に買った商品なんですよね。それはですね、ノートみたいな日付とかもう何もないとか、ただのメモページ、入学するんじゃないですか。この日本の小学校とか、ママはいろいろ知らない別に1年で1冊とかみたいな、そうしなくても続けても大丈夫みたいな感じなんですよね。もう本当に最後まで使いたいです。そしてですね、予定以上にちょっと増やしたんですけど、これはですね、プレイ手帳です。この手帳はめちゃくちゃ気になって、中身を調べたら、遊べる手帳とかじゃないですか。心に遊ばせるみたいな感じなんですよね。このプレイ手帳にもちょっと子供の手帳の仲間に入れてみたいかなと思います。息子がいろんな事情で人間関係とかコミュニケーションとか難しいところもあるんですよね。プレイ手帳にいろんな人にちょっと一緒に遊ぼうとかみたいな、そういう記憶と、でその実際に遊ぶ時にも何やろうとかみたいな、ここにいろんな遊び方とかがあるんじゃないですか、この手帳。絵描いたりとか写真とか、この遊ぶ時間が楽しかったよとか後で振り返ってみて、でもしかしたらですね、コミュニケーションのスキルとかちょっとだけ上がってたらいいかなと思いますね。もちろん息子だけじゃなくてママにも子供の友達とかママ友とか増やしたいので、一緒にいいメモリとか作ろうかなと思います。子供向きの手帳はこのセットになります。3冊になりますけど、1冊はノートですね。だから日付がないもので、この感じで2025年やるかと思います。次のページはですね、ほとんどほぼ日の手帳会議みたいな感じなんですけど、もう今年のほぼ日もやばいなんて欲しいものは多いすぎて、一応リストアップして、でどんなデザインとかどんなサイズとか紹介した手帳にほぼ日になったよとか、それもあるんですけど、こういうものもあったんですよね。別に予定がない役目もない、ただただこのデザインが好きなので買ってみたいとかみたいな感じなんですけど、でも後でまた自分の会議して、やっぱりこの役目もあるからこれにしようみたいな感じですね。ほぼ日本の久保田ひろ子さん、三日月配達ですね。めちゃくちゃ可愛いです。なんとですね、2024年までほぼ使えてきた MD ノートのモーニングページ、新しくここにしようかなと思います。モーニングページもあるんですけど、ちょっともやもやノートにも、使おうかなと思います。もしもやもやしたらこのノートに使います。そしてですね、アイディアとかちょっと細かく考えようとか、細かくノートしようとかメモしようとかの時にこの手帳に使おうかなと思います。そしてですね、もう一冊増やした手帳がありまして、こちらの暮らし手帳ですね。ずっと気になってた。もうやっと手に入れたらよかったです。暮らし手帳ですね。その通りの、暮らしの手帳にします。
生活のものとかですね、そして季節の生活ですね。だから日本の季節の生活の、名簿として、まだなんか知らないものがたくさんあるので、あとはですね、家のこととか、家事のこととか、あとはなんか店とかスーパーとか、商品とか、そこで記憶するとかみたいな感じもあるんですけどね。この手帳は、2014年の9月から始まるので、もう始めたんですよ。はい、ちょこちょこなんか開いて使うとかみたいな感じですよね。今回の動画にある手帳たちやカバーのものも Amazon でも手に入ることができます。Amazon で簡単に見つけるようにリンクを説明欄に貼ってます。気になる方がぜひ使ってください。はい、こういう感じの手帳会議ですね。そして2025年の手帳ラインナップを、少しでも紹介しました。ですね、なんか振り返って、ラインナップですね、もうやっぱりその2025年最初からのイメージ通りにしたのかなとかみたいな感じですね。ちょっと冒険感がありすぎて、そもそも量が多いすぎる。ほぼほぼですね、ほぼ日、もう本当にほぼ日さんのせいみたいな感じですけど、今年のほぼ日はなんか結構、気に入ったものが多いすぎて、今年はどんな年になるとかみたいな、ちょっと時間が空いてるかどうかわからないんですけど、なんか新しいことを挑戦しようとかみたいなその気分もあるので、その通りのこの今年のラインナップをなんかいろいろなものを挑戦しよう。ずっと気に入った手帳たちにも結構手に入れたので、それが嬉しいですね。もしですね、同じ手帳を使う人がいるんだったらぜひ、コメント欄で教えてください。この手帳にこの手帳を使う、例えば文具記録の手帳とかはこの手帳の方が使いますとかみたいな、ぜひコメント欄に教えてください。皆さんの何手帳を使うとかは本当に気になってるので教えてくれたら嬉しいですね。今回はですね、少しだけ手帳が紹介したんですけど、細かくゆっくり紹介したい。で、それは今月中とか1月2月ぐらいで、ちょっとそれぞれですね、それぞれの手帳を、ちょっとセットアップもするので、そのセットアップのシリーズも作る予定ですね。もし気になる方はぜひ見てください。そしてですね、この動画もそうなんですけど、このチャンネルの基本的にはですね、バイリンガールのチャンネルを作りたいんですよね。それは私の理想なんですけど、でも本当に私にとって大事なもの、なんか見てる人がどういうこととかみたいな、なんか日本語で次の動画は英語とかみたいな、それでもですね、日本の手帳の暮らし日本の手帳の生活を世界の皆さんにも紹介したいかなと思いますのでね、なんか簡単に楽に楽しく紹介したいかなと思います。ですのでバイリンガルはメインなんですけどね、はい、できれば半分英語半分日本語なんです。話すときはその2つなんですけど、 YouTube のセッティングからいろんな言葉の字幕とか作ろうかなと思います。本当にいつも動画のなんか CC コーナーにあるボタンをぜひ使ってください。何語の動画でも今回の動画でもですね、日本語だとしてもなんか簡単に分かりやすいように具体的にはなんかもうちょっとですね YouTube の翻訳よりなんかちょっと綺麗になるかなと思いますけど、私ができる言葉は英語と日本語とインドネシア語、この3つの言葉だけが自分で編集するんですけど、他の言葉は申し訳ないんですけど自分で編集できない。他の言葉はですね、チェックした言葉から英語とか日本語とか YouTube のアウトトランスレート、アウト翻訳になるので、そういう感じで作ろうかなと思います。動画皆さんよろしくお願いします。この動画にも、参考になったら、面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンを押してください。まだチャンネルを登録してない方々にも、ぜひ登録してください。はい、それではまた次の動画に会いましょう。バイバーイ。